はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、リップルの最新情報や SEC 関連の情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。まずですね、この分野の起業家は、海外に拠点を置くにせよ、海外の業者にサービスを提供するにせよ、法律を回避しようとすることを選んだ。それは選択だ。SEC ゲイリー・ゲンスラー委員長の言葉ですということで、Yahoo ファイナンスの方がですね、SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長が出演している動画をですね、ツイートの方を共有して、そちらがですね、炎上しております。で、そちらの内容ですね、共有の方をしていきたいと思います。で、今回の動画の概要欄の方に、元記事のリンク、ブログの記事貼っておきますので、そちら入っていただいて、このね、ツイッタークリックしていただければ内容の方を見ることができます。で、しかし、もし彼らが米国市場を利用するのであれば、コンプライアンスを遵守する必要があるということで、これに対してですね、LBRY 社、同じようにリップル社とね、同じように SEC からね、訴訟されてしまった会社になりますが、そちらツイートの方をされてます。ゲイリー・ゲンスラーを絶対的なサイコパスにしているのは、登録証券に必要なフォーム10Q がパブリックブロックチェーンには完成すらできないことを知っていることだと。文字通り不可能なのだ。ゲイリー・ゲンスラー氏はこのことを知っている。そして彼はメディアが、報道しないことをいいことにメディアを利用しているのですと。何かと言いますと、フォーム 10Q っていうのは、米国、連邦証券委員会によってですね、義務付けられた四半期報告書なんですね。それを上場企業が提出する必要があるということで、それはね、ちょっと技術的なところはわからないんですけども、パブリックブロックチェーン、にとってはですね、それを完成することができないようです。だからそれを知っていながらこのメディアにね、出演していろいろコメントしていると。だからこの記者がね、その知識がないので、その質問はされないだろうということですね。だからもし LBRY 社が、このメディアに登壇していたら、ゲイリー・ゲンスターさんに、ブロックチェーンって点 Q 作れないんですよねって質問するんではないかなということで、こういうコメントをされているのかと思います。で、この方ですね、デルフィー社の最高法律顧問のガブリエルさんって方ですね、この方もコメントされてまして、彼の言葉、私はテクノロジーに中立です。で、そこで私が聞いたこと、しかしその技術は一つの国が規定する仲介、税金の監視報告、KYC、AML などを必要とする形で構築されていなければならないと。これはテクノロジー中立とは言いませんよねっていうことでコメントの方されてます。だから中立と言っときながら、管理をしているよね。だから仲介とか、監視報告っていう言葉を使っておるので、KYC 本人認証。だからもう管理している時点で中立ではないということですね。で、これに対してジョン・ディートさんはね、正確でそれはよく言ったものだということでですね、この方のツイートをまたリツイートされてます。で、ビルさんですね、弁護士デジタル資産家愛好家のビルさんって方も、こちらもね、引用のツイートされてまして、SEC は米国会では無制限の管轄権を有すると誤解している人たちのためにと、ゲンスラーは SEC の違い法権の、範囲を拡大することを希望していることを表明しましたと。つまり暗号を、抑制管理するという彼の目的を達成するためには、彼が望むよりも多くの権限を持たなければならないということですということですね。で、この方ですね。アリエンス社の、法律最高顧問のマイクさんって方ですね、攻撃的、侮辱的、見下した態度、ほとんどのプロジェクトは米国に住み、米国で仕事をすることを望んでいますと。SEC は新興企業にとって、それを意図的に不可能に、あるいは実行不可能なほど高いものにしたのですという、ね、コメントをされてます。で、一般ユーザーの方もね、いろいろコメントしてます。誰も騙されない、この男がこうやって、前にメディアに出てくることを聞いたり見たりするのは不快ですと。ゲイリーが守っているのは投資家ではなく、単純明快な金儲けのためだと。あとはゲイリー・ゲンスラー氏は、海外の規制当局よりも自分の方が海外の企業にサービスを提供していることを、よく知っていると大胆にも考えているのだろうかと。この男はもし議会がしっかり把握し、国際的なコンプライアンスを得るために今すぐ行動しなければ、米国が自力で、自力で抜け出すのに何年もかかるような谷底へと導いていますと。あとは、ゲイリー・ゲンスラーは驚くべき仕事人である、彼は嘘をついていますと。で、素晴らしい、ゲイリー・ゲンスラーさんと SBF、FTX を起訴し、お金を盗まれた人たちに全力を尽くすことから始めてはいかがでしょうかとか、あとは Yahoo ファイナンス、このインタビューをした人、準備不足で来た人を解雇してくださいと恥ずべきことだと。
で、SEC の使命は投資家を保護し、公正な市場を維持し、資本形成を促進することであると。私たち国民は Web3 を構築し、暗号資産を安全に所有取引したいと考えていますと。公正なルール作りに協力してください。私たちに仕えていることを忘れているのか、ゲイリー・ゲンスラーということですね。で、最後に彼は米国の投資家を保護する方法として、暗号を米国から排除することを文字通りの述べていますと。すごい考え方ですねと。あと、つまり、米国の投資家を保護する方法は、米国の暗号化企業が米国の投資家にサービス、資金に利子をつけるを提供しない、ということなのでしょうかとか、あとはゲイリーは、アメリカの規制を回避するため、不正な詐欺師を海外に誘導する手助けをしていると。彼は議会と上院で、SBF、キャロライン、FTX との関係について説明する必要がありますと。アメリカ政府がまるでゆすり屋みたいですねとか、あとこのクリップから分かったことは、プロジェクトは遵守する方法を知っているが遵守しないことを選択していると。証券法は暗号に合うように変更されない。そして、投資家を守るためにサービスを提供し続けるよりも、むしろ暗号プラットフォームが米国での事業を停止することを望むだろうと。あと法制度は顧客にどのようにアドバイスすればよいかを知っている。これらの組織は海外に設立すると言っているのだと。ゲイリー・ゲンスラー氏はそれを求める業界の企業に対して未だに明確な見解を示しておらず、提案されている数多くのビットコイン先物 ETF のどれもが未だに承認されていないのですと。で、悲惨、消費者保護を謳いながら FTX 関係を無視、国内の暗号金融の革新を促進するための政策面での開示はゼロ、その一方でより大きな予算を要求し、国民の信頼を損ねる。彼は今、基本的に DeFi を追いかけています。で、また FTX の所属に関する質問も交わしていますと。何も明らかにせず、すべてが非常にうまくいっていると述べた。インタビューの担当者が、では FTX はどうなったのですかと聞かなかったのが悲しいですということですね。かなりのコメントがですね、投稿されています。またですね、引き続き、このスレッドの方で荒れていくことを予想されますが、またコメントの方ですね、なんか注目するのが出ましたら、また共有の方していきたいと思います。はい、そして続いて、反論者ですら認識しているのは嬉しい、しかし、リップル社の法的立場を論破しようとするなら、少なくとも最初にそれを理解することだということで、リップル社の、ね、最高法律顧問のスチュワートさんがですね、ツイートの方を共有してくださいました。昨日のコインデスクの論説、SEC の規定登録の誘いは、フォードのモデル T を宇宙に持っていこうとするようなものだと、反論者ですら認識しているのは嬉しいと。しかし、リップル社の法的立場を論破しようとするならば、少なくとも最初にそれを理解することだということで、これ何を言ってるかというと、フォードモデル T っていうのはアメリカ合衆国のフォードモーター社が開発し製造した自動車なんですね。こういった形の、ウィキペディアから引用しておりますが、こういったものです。だからそれをね、これを宇宙に持っていったって何も活用することはできないですよね。ロケットとかではないですし、これを持っていったところで宇宙で何も使いようにはならないので、そういったものだと、だから SEC が、何でもかんでも登録しなさいって言ってるのは、もう関係のないね、暗号とかっていうのも導き出してると、こっちにね。そういった言葉で、理解しているのは反論者ですら認識しているのは嬉しいと。で、我々の準備書面でも明確に述べているように、リップル社は XRP が、使用するための購入されたという結論にはこだわっていませんと。ただし、そのような結論は、アミカスブリーフ第三者の意見陳述書ですね、や非投機的という証拠が示すように SEC の主張を打ち破ることになっていますと。で、リップル社と XRP 保有者の間に投資に関する契約は、存在しない。SEC はハウェイテストの一つの要素を満たすことができず、リップル社は一つの要素を満たしていない。SEC はありふれた ICO 事例に頼ったが、ここでは適用されないと。SEC や反対派が私たちの主張をすり替えようとするのは、私たちが実際に主張することに対して、の何の答えも持っていないからですというコメントをされています。で、この方ですね、フォーチュン誌の、暗号専門編集者の弁護士である、ジェフさんって方が共有の方をしてまして、リップル最高顧問の、法律最高顧問の、長年の暗号弁護士の、スチュアートさんが、プレストンバーンチの SEC ケースに負けるとの主張への反論と、私は両弁護士に多大な敬意を払っており、どちらの立場を支持しているわけでもありませんが、ただ面白い議論だったということで、こちらもね、記事の方、リンク貼っておきますので、全文見たい方はですね、こちらクリックして閲覧の方をされてみてください。で、当事者の方ですね、この方がコインデスクで記事を書いた方ですね。
モノモットコイン創業者のプレストン・バーン氏ですね。私はあなたの主張を論破しようとはしていませんと。それは記事として1500字で書いたもので、あなたの準備書面は通常60ページにも及びますと。私は基本的に総合的に判断して SEC が勝つ可能性が高いと思いますと申し上げましたと。これは批判ではなく単なる予想ですと。この記事はあなたの苦境に同情的でしたと。で、実際私はリップル社を世界で最も長く続いている重要な暗号化プロジェクトの一つとして紹介して、XRP は実質的に有名な存在だと述べ、規制当局を罵倒していますと。XRP のコミュニティはこれを敵とみなすほど強固なものでしたと。だから勘違いなんですよと、コメントをされています。で、ICO に関して私が最後に感じたのは LBRY.com のような機能的な製品を持つ実用的なプロジェクトがもっとひどいプロジェクトが自由に扱われる中、非難を浴びるのを見たことですと。トークンに関する私の考え方を、断ち切るきっかけとなりましたということですね。だから勘違いなんですよって言いたいようですね。で、そのね、元記事になったものがこちらになります。リップル社が負けた場合、遅かれ早かれ、そうなると私は予想していますが、この敗北は非常に象徴的なものとなるでしょうと。同社とその関連プロトコルは世界で最も長く続いている、重要な暗号通貨プロジェクトの一つですと。XRP は事実上有名な存在ですと。あと、先ほどのフォードのモデルのところですが、次世代の暗号プロジェクトにコンプライアンスの唯一の道は参入して登録すること、また立ち退くことだというのは、フォードのモデル T を宇宙に持っていこうと、するようなものですと、ここからですね、引用の方をされています。という形で、だからちょっとしたね、言い間違いとかね、あとは勘違いっていうのがね、結構ね、XRP コミュニティ強いですから、結構広がっていっちゃうんですね。だから本人が意図せずですね、いったところで広がっていく可能性もありますし、またはしっかり私たちもね、共有されている内容がどういったものなのかっていうのは、深くね、信読する必要はあるのかなと思っております。僕の方でも情報のは毎日精査して、読んで、おりますので、間違いないようにですね、しっかり読み解いていきたいと思います。で、僕の方ですね、いつも毎日ですね、情報の方は精査してまとめております。動画も毎日配信できるように頑張っておりますので、よかったらですね、また次の動画も見ていただければと思います。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安産流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE の登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方に全てね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。